築47年の家をリフォームしています。前回、シロアリに食べられてなくなってしまった玄関の下地を作り直しました。今回は壁の下地と建具枠の下地を作ります。力抜きを取り外します。ここに室内建具が収まります。階段下の収納スペースです。もともとは引き戸がありました。こちらは壁も柱面まで下地を足して扉はつけずにオープン収納にします。片引き戸の建具枠の下地です。今回は既存の柱に直接石膏ボードを貼る直張り仕上げにします。リフォームで直張りをする場合、壁の傾きや通りを調整する必要があります。端材を差し込んだのは切断したいボルトがレシプロ層の振動でブレるのを防ぐためです。リフォームでは部分的な解体は常に発生してしまいます。こちらはもともとは床の間でした。ここに壁掛けの大型テレビを置く予定です。この部分もすべて柱面に合わせて下地を足し、ボードを直張りします。銅縁を流して壁を拭かせばよいのにと思う方もいるかもしれません。家が傾いているので壁を拭かすとかなり部屋が狭くなってしまいます。そして直張りの方が壁の強度をわずかにでも上げることができるので、壁を拭かすことはやめました。枠下地を既存に合わせて傾けるか垂直に立てるのか、また廊下面合わせにするか部屋側に合わせるかを悩んでいるところです。こっちの部屋合わせよね。こっち合わせにちゃうか。こっちはいいか出せてる。そうしようか。いやどう迷ってんの。どうすれば柱の傾きを表に出さずに済むか考えどころです。じゃあそっちもこっち合わせにしてて。ごめんなさい。隠れるとはいえ、化粧の柱に釘を打つのは少し抵抗があるようです。どういうこと？ 765 やな。あれこれじゃダメだ。やらかしました。ちょっと俺間違えた。カット。もう伸ばさなあかんね。もったいないことするな。なあこっちやんな。もったいないことしたな。カット。1000円。給料がひどいで。
いやでもねこれねまばしら台。違うね。言い訳さそう言い訳。上手見てみるこれ曲がっとるもんこれ。あ、めっちゃ曲がってる。使ってくれる人が多いで。それちなみにいくつなの？700？サンキューソンニブ。これもこれちょうどいいです。作っといてあげましたみたいな。鴨居上のまばしら下地用にわざと間違えたようです。何でももらうよ。そうなのに音がなあかんみたいな。どうも。原能ではなく釘が抜ける仮枠ハンマーを使っています。解体作業も同時にしつつ下地を組むので大きなバールを持ちたくないからです。ナイスキャッチ。ここ打っていいの？クローゼットの開口枠下地です。左に見える掃き出しサッシの窓枠とこちらの建具枠の取り合いがとても難しく、リフォームの限界を感じる場所です。そしてこれがこの家の傾きです。建具枠の下地は水平垂直に取り付けているので斜めの段差ができています。石膏ボードを貼るまでに下地を調整する必要があります。ありがとうございます。おはようございます。おはようさん。まばしら入荷しましたよ。はいはい。長ない？え15分で。上10本ぐらい。10尺だ。定とは借款法で10尺のことを言います。まばしらが入ったよ。開口部や建具枠の下地は終わりました。続いて天井の下地を作るためにまばしらや柱の角打ちを行います。そしたらいただきます。いただきます。休憩しながら打ち合わせです。ほんでこれ入れたら2380。奥さんに聞いてくれ。2380で仕上げてもいいですか？それだけ。2階で作業中の施主様に降りてきてもらい打ち合わせを行います。天井高を確保できない箇所があるので通常より40ミリだけ低くして全体を統一する提案をしました。しんさんここ問題がなんかこう8尺5寸ぐらいの天井高にすればここの圧迫感ないとかさ、階段から降りるときに頭をぶつけそうです。玄関廊下は天井を高く取る方向で話を進めています。8尺4寸でいいんやけど。これは全然違う。その前もうこれといやなんでお前そこで水平にしようと思ったらそこで下げへんねんってどうすんだどうすんだ。あとで水平にしたい。玄関は下からおんねん、投げやんねんって。いやいや、それはあんた分かるけど、水平
カズさんの中で玄関の天井に段差を作りたくないというこだわりがあったようです。じゃあそんな感じで、はい、の天井で楽しますね。階段下収納スペースの仕事がまだ残っています。冒頭にも触れましたが、こちらは建具は設けずオープン収納にします。長い木材から材料を切り出すときは、まず大体の長さに捨て切りします。扱いやすい長さに切ってから精密にカットします。この三角形のベニヤ板は薄く、釘やビスを打つと裏の階段スペースに飛び出してしまいます。唯一ビス固定できるのはこの下刃の部分のみ。取り付けたこの銅縁の上にベニヤ板からは浮かして下地を組みます。石膏ボードの割り付けを変更することにしました。清水さんは天井下地を組むための墨をつけています。ちょっと大きかった。ジャリジャリ言う。こちらでは勝手口のドアを残したまま中の壁の下地を組みます。まずは飛び出た既存枠を削ります。こういう作業はなかなかはかどりません。シロアリ被害の修復から始まり、ようやく床と壁の下地が終わろうとしています。工事が一気に進む感覚はありませんが、少しずつ前に進んではいます。営業部長の茶子です。私たちが日々奮闘しているうちに、いつの間にかこんなに大きくなりました。子猫がいつの間にか成長するように、工事も終わってみたらあっという間なのですが、
ユニットバスを設置する準備は進んでいますが、品薄のエコキュートの納期が未定です。困難はまだ続きそうです。インスタグラム、ツイッター、TikTok 公式ブログやっています。ぜひ見に来てくださいね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。